空想アーカイブス館へようこそ。当館はこの世界には存在しないはずの記録映像を保管展示する施設アーカイブです。昭和という時代が抱えていた大真面目な狂気、当館はそれらを収集し分類管理しております。想定外の問題を引き起こす恐れがあり、厳重な封印を要するデンジャー、歴史の隙間に消えたレア、切実な願いが暴走したジャンク。本日は当館の館長より収蔵品に関する追加報告がございます。それでは第4保管庫へおつなりします。空想アーカイブス館館長のジージーです。収蔵品ナンバー012、深夜の体操。1987年地方局の放送終了後に数分間だけ流れた記録です。はい、まずは隣人の視線をそらす運動から。右を見て、左を見て、不都合な事実は見ないように。左を見て、右を見て、不都合な事実は見ないように。不都合な事実は見ないようにする自己抑制の狂気。当時の番組編成表には機器メンテナンスとだけ記載されており、映像に映る3名の女性が実在した記録は一つもありません。映像解析の結果、彼女たちの表情筋の動きは全編を通して完全に固定されており、自然な筋肉の動きとは一致しませんでした。また問題は音声です。音声トラックのノイズを除去したところ、ピアノ伴奏の奥底で規則的な金属の打撃音と大勢の足音が鳴っていることが判明しました。ここはテレビスタジオではありません。収蔵品ナンバー011、夢見テール。昨日の夢を感熱紙に印字する装置です。皆様の施設に明るい話題を提供する画期的なコミュニケーション装置のご提案です。それが東和精神電工の夢プリント機、夢見テール。昭和47年、高度経済成長の陰で人々が科学技術を無邪気に信じきっていた時代の産物です。製造元の東和精神電工は本体価格45万円で代理店を募集していましたが、昭和50年代に倒産。感熱紙は退色が早いため、当時の出力結果は現在すべて白紙に戻っているはずでした。しかし先日、当館宛てに匿名で1枚の感熱紙が届きました。驚くべきことに、その紙は今なお 36.5 度の体温を保っていました。そして印字は白紙になるどころか真っ黒に塗りつぶされていました。一体どんな夢を見ればインクがすべてを覆い尽くし、熱を持ち続けるのでしょうか。収蔵品ナンバー010、ワンカップ満腹。第二次オイルショック直前の超効率主義が生んだ乾燥麺の調査報告です。驚異の圧縮、熱湯で45分お待ちください。見よ、この膨張力。うまい。高圧縮乾燥麺ワンカップ満腹150円。超高密度圧縮成形により、なんと通常の2500倍もの物量を封入しましたが、芯まで戻すには熱湯で45分の待機を要する即席麺としての存在意義を喪失した代物でした。収蔵品紹介の際に言及した専用の真空断熱ハードケースですが、今回その内部設計図が発掘されました。なんと
面の膨張に合わせてケース自体が巨大化する無駄に複雑な機構が備わっていたのです。極限まで面を圧縮することに執着した結果、即席面の存在意義を自ら手放す、まさに本末転倒。さらに販売中止後に回収された未開封在庫がある埋め立て地に産業廃棄物として投棄された記録があります。雨水を吸った面が地中で膨張を続けているのか、現在でもその一帯の地面は毎年数ミリずつ隆起し続けています。収蔵品ナンバー013通電祭。昭和40年代からこの地域で続いているのどかな風習のニュース映像です。巨大な電力インフラに対する人々の畏怖が日常の風景として定着した記録。本日呉森市根原町では毎年恒例となっている通電祭が行われました。地域の人々にとって電柱に感謝を捧げるこの行事は昭和40年代から続く大切な習わしとされています。会場となったのは市内の住宅地にある電柱の前です。参加者たちは日々の電力供給への感謝と地域の安全を願い、静かに手を合わせていました。当時の住民はこれを神との物理的一体化として喜び、技術的アニミズムを体現していました。映像に映っていたあの電柱について事後調査で興味深い情報を得ました。該当地域と思われる住宅街には現在も鳥や虫が一切寄りつかない区画があります。そして風もないのに常に微振動を続けているコンクリート柱が一本だけ存在しているそうです。インフラに対する彼らの祈りは果たしてどこへ届いていたのでしょうか。収蔵品ナンバー014明るい町内会。皆さんの街を正しく保つために。こんにちは。皆さんの周りに社会のルールを守らない不法な現象をいませんか？放置は街の腐敗を招きます。このように公道で突然権利を放棄し静止する現象がいます。これは空間の不法占拠にあたります。早めの通報が肝心です。昭和52年に配布された防犯啓発用の16ミリフィルムです。一定時間静止した人間を現象として事務的に処理するディストピア的な監視の善意。記録では2時間を過ぎた占拠者はもはや市民ではないとして処理を促していました。現象として除外された元住人は戸籍からも整理され、彼らがどこへ運ばれたのか記録は一切ありません。しかし郷土史を調べていたところ、このフィルムが配布された翌年の記述を見つけました。該当の町内の公園や歩道に不自然なほど大量の等身大のコンクリート製動物オブジェが突如として寄贈設置されたそうです。行政による風景の一部としての適正処理の果てなのかもしれません。当館ではこれらの事象に関するさらなる情報を求めています。膨張する空き地、熱を持つ真っ黒なレシート、深夜の工場での体操、振動する電柱、大量のコンクリートオブジェ。もしお心当たりのある方はコメント欄にてご報告ください。ただし調査の際のご自身の安全は当館では保証いたしかねます。以上です。情報の提供お待ちしております。最後に次回の収蔵品公開の予告です。昭和48年、日本中が過剰な省エネ・節約ムードに包まれていた時代。
物理的な空間すらも限られた資源であるという極端なロジックがある常軌を逸したマナーを生み出しました。正しいはずの善意が空間を節約するために自らを壁と同化させるという特異な行動へ至った記録。次回収蔵品ナンバー015公共広告キャンペーン空間はみんなの資源です。それでは皆様、次回の定期調査報告会でお会いしましょう。